こんにちは。いにしえのネイリスト中山千恵子です。今回のお客様のオーダーはスカルプチャーの長さ出しとマットなネオンピンクのワンカラーのオーダーです。まずは長さ出しからしていきます。前回来ていただいたのいつぐらいだったかな。もうね、何ヶ月か数ヶ月、3ヶ月とかかな。ちょっとね、期間が空いていて、前回もアクリルで長さ出しをしていたんですけれども、やっぱり期間が結構空いていたので、もうすべて爪はない状態、前回のネイルはない状態になっていて、地爪は長さがギリギリだったので、先端のところちょっとね皮膚に当たらないように気をつけながら地爪を整えていきます。甘皮を押し上げていきます。甘皮を押し上げるときはグリーンポイントというマシンのビットを使ってサイドのお肉を上げてから甘皮周りを上げて反対側のサイドを上げていくようにしています。前回のサロンワーク動画でも私同じお話ししてましたけど、やっぱり甘皮なんかそんなに伸びてないですよね。今回のお客様もなんでしょうかね。これはなんか本当に最近来てくださってるお客様みんな甘皮すごい伸びたなーって感じたことがあまりなく、なんでしょうか。本当に不思議だね。スポンジファイルを使って爪の表面を軽く整えたら甘皮を整えていきます。もう本当にあまりね整えるところがないので、軽くニッパーを当てて指周りの角質は気になるところ取っていっています。ただね、角質は取りすぎてしまうと硬くなるの異常に早くなってしまうので、取りすぎないように気をつけながらニッパーを扱っています。で、親指はねちょっと硬いの気になったので少しグリーンポイントで角質を取ったら、プレパレーションは早速終了となります。オフとかリペアとかね、前回のネイルがないと早いですね、ここまでが。で、今回はアクリルで長さ出しをしていくんですけど、数ヶ月前とは3ヶ月とかかな、結構空いてはいるんですけど、でもちょっと10本ともなかったので、少し前まで伸びた状態でついてたというお話ではあるのですが、念のためね久々にプライマーも塗ってみました。それではまず1本目スカルプチャーをつけていきます。まずは爪の先端の形を見ながらフォームを丸く切って、フォーム自体にも丸みをつけたらフォームを指先につけていきます。かなりギリギリの状態なので、ちょっとでも爪の方に指の方に突き刺してしまうと、このハイポニキウムという指裏の伸びているお肉と爪の間にフォームがね突き刺さると結構痛いんですよ。で、かなりね地爪短いのでギリギリまでフォームを入れ込んではいるので、当たらないようにかなり今回は気をつけながらフォームを装着しています。それではアクリルを乗せていきたいと思います。まずね、長さはお客様と確認をしてから乗せていきます。で、筆にまずリキッドを含ませてパウダーを取ってミクスチャーとね、ネイリストは呼ぶんですけど、ミクスチャーと呼ばれる状態にしたら爪の上に置いて、で、この後ジェルネイルをしていくので、甘皮周り本当に数ミリだけ開けています。で、ベッドの上伸ばしたら、この爪と先端の境目のところはね、サイドまでしっかり厚みを乗せて長さを作っていきます。結構この爪との境目のところに厚みがないとかなり折れやすいスカルプチャーになっちゃうので、しっかり厚みサイドまで作っています。で、形はオーバル、なんかポイントとオーバルの間、結構でももうポイントかな、かなりとんがり目がいいという、三角ではないんだけど通常のオーバルよりはもっとシュンと細くというオーダーだったので、もうアプリケーションの時点でオーバルよりもちょっと細めの形にしていきます。で、ピンチはまだねちょっと早いです。まだ効果始まっていないので、もう一本乗せてからピンチをしていきます。
結構夏場でも私はこのタイミングですね。まず1本スカルプチャー作って、もう1本作ってから1本目のピンチを入れるというタイミングなんですけど、冬場とかでいつもよりちょっと部屋が寒かったりとか湿度がなくて効果が遅い時は2本アプリケーションして、それから1本目2本目をまとめてピンチして、また次3本目4本目アプリケーションして、でピンチ入れてっていう感じで2本アプリケーションしている時もあります。そしたら1本目のピンチを入れていきます。画面で見るとね、あんまりよくわかんないと思うんですけど、力を入れてギューッと押し付けるっていうよりは、一回クイッとちょっと丸みをつけた位置で爪をホールドしている、そこから内側にギューって力を込めるわけではなく、そこのところで爪を保っている、っていう感じですね。なのであんまりね、動画で見ると力のかけ具合がわからないので伝わらないと思うんですけど、内側にギューギューって押し付けてるという感じではないです。ただ細めがいい、先端シュッとしているのがいいということなので、先端はちょっと内側にギュッと入れてはいますけど、爪のところはね、地爪変形してしまう可能性もあるので、あまり入れすぎないように気をつけています。先端はね、しっかり入れていきます。で、アクリルが硬くなり始めてからピンチを入れると、ピンチって結構痛いんですね。で、柔らかすぎてしまっても、せっかく作ったアプリケーションの形を壊してしまうので、本当効果が始まったタイミングで入れるのが一番、お客様も痛くなく、自分の爪も痛くなくピンチを入れられるので、ちょっとね、早めの段階からピンチを入れて、もう指を離してもピンチが戻ってこないぐらいまで固まってから次の指に私は移るので、だいたいピンチ1分30秒から30秒だと早いかな、1分ぐらいかけております。それでは他の指もアプリケーションとピンチしていきます。小指はね、ちょっと小さいのでサクッと乗せていって、でもやっぱ本当にオフとかね、リペアないと早いですね。まだ18分とかの状態なので、今回はかなりいいペースでサロンワークができそうですね。今回はよくね、動画撮らせてもらってるお客様で、いつもスカルプチャートから2時間でっていうお客様、今回もそのお客様なんですけど、今回は別に時間に焦っているわけではなかったんですけど、やっぱオフがないだけで普通に進めててもだいぶ早いですね。いい感じのペースでございます。で、親指はもう他の指、もうこれ以上アプリケーションないので、他の指はね、アプリケーションピンチ、アプリケーションピンチと繰り返しいきましたが、親指はもうこの後アプリケーションがないので、他の爪削り始めちゃいます。ただこれ削っているうちに削るのに夢中になってね、ピンチを入れ忘れてしまうっていうことが、過去のサロンワーク始めたての頃の私にはよく正直何回かやってます。親指あんまりピンチが入らなくて、削りでなんとかするっていうことをねしているんですけど、ただね、削りで再度削りすぎちゃうと、ピンチ入ってないと薄くなっちゃって売れやすくなっちゃうので、ちょっとね、他の指よりは太めに仕上がっちゃうっていうことがあるので、親指のピンチは忘れずに、ちょっとそろそろ入れられるかなっていう時にね、しっかり入れていきます。で、まずこのサイドを削ってから表面を削っていきます。で、今回は表面もちょっとね、マシンを使って最初一回大雑把に削っていきます。ある程度の形をマシンのビットで整えていきます。で、この時にジェルオフの時は本当に適当にというか、薄くなればいいので、あんまり気にしないでビットを当てているんですけれども、リペアの時とか、こういうスカルプチャーのフォルムを削る時は綺麗な形に削っていきたいので、マシンのビットの動きもしっかりこの丸み、カーブを描くように気をつけながら削っています。あとね、この
地爪とスカルプチャーの境目の段差のところもギリギリまでを削ってはいるんですけれども、地爪のところをダイレクトに削ってしまうとかなり熱いし痛いし地爪掘ってしまうので、それは本当に行いたくないことなので、ギリギリアクリル寄りを削るような気持ちで削っています。ただこの時点で段差かなり削れていると、この手削りのファイルの時もねだいぶ楽なので、ギリギリまでは削っています。で、親指もそろそろ固まったのでアウトライン削って、そのまま一緒に表面も削っていきます。そしたら軽くこちら手削りでファイルかけていきます。で、基本的にもう表面アクリルじゃないか、マシンのビットで削っているので、ほんとちょっとした小さい山を取っていたりとか、少しつながっていないところを取ったり、地爪とアクリルの段差のところをよりナチュラルに整えていく程度に削っていくので、基本的なこのファイルの動きを一周していって、余分なところをきれいに整えていくという感じで削っていきます。あとね、サイドのところはどうしてもマシンがね奥まで入らないところがあるので、そういうところはきっちり取っていきます。他の爪も削っていきます。ちょっとね早送りでいっちゃいたいと思います。やっぱね削り結構なんだかんだで私時間かかってしまうタイプなので、ここが一番時間かかってますかね、アプリケーションよりも。こんな感じでようやくスカルプチャーが完成いたしました。こんな感じです。アプリケーションから込むと40分ぐらいですかね。先端細めスカルプチャーがなんと完成でございます。で、この後もう片手も施術していきます。こんな感じです。上から横から反対側の横からという感じです。それではジェルネイル編はワンカラーのネオンピンクマットで仕上げていきます。で、ここねプレプライマー塗ってるんですけど、なんかね塗った部分の動画がちょっとなかったので、もういきなりベースジェルから塗っていってしまいたいと思います。やっぱこのアクリルしてから上にジェル塗ると、この地爪の形がねもう全く影響されないので、やっぱりすごいねワンカラーが本当に映えるなと思いました。ネオンピンクも可愛いですね。でも今回はツヤではなくマット仕上げなので、このネオンピンクがどんな感じに仕上がるのかが楽しみですね。でも前回もネオンピンクも確かマットに仕上げたのかな、あれどうだったかな。でもねマット結構好きなお客様なんですよ。で、まず5本とも塗ったら硬化して、もう片手も塗ってからまた2度塗り目をしていきます。一度塗りでもねかなり発色が良かったので、一度塗りでもそんな大丈夫かなという感じもしましたが、一応念のため通常通りの2度塗りをしています。かなり先細に削ったので、このシュンとしている感じもかっこよくていいですね。で、トップジェル塗っていきます。で、普段地爪でこのぐらいの長さがもしあったらスカルプ用のトップジェルなのでかなり硬く仕上げていきますが、今回はベースにアクリルを乗せているので普通のトップジェルを塗っています。で、ちょっとね長さがあるので念のため仮効果を挟みながら塗っていっています。ワンカラートップジェル塗るとね、この表面がツヤっとしてきて、可愛さが一層増してきますよね。で、今回は表面をマット仕上げにするので、一度ノンワイプトップジェルを塗って爪の表面、ジェルの表面がね未硬化ジェルがない状態にしていきます。私マットコート仕上げの時はサロンワークでいつもこれやるんですけど、未硬化ジェルがやっぱねちょっと混ざってしまうのか、そのままマットコートを塗るとちょっとマット感が若干ツヤかかってしまうというか、ムラができるというか、
なことが結構過去に何回かあったので、マットコート塗るときはね、一回未硬化ジェルを塗って、未硬化ジェルがない状態にしてからマットトップを塗るようにいつもしています。で、マットトップは塗ったときは今みたいにツヤっとしていますが、これを大きいライトに入れて30秒完全硬化したら、なんとこんな感じでマットに仕上がります。マットのネオンピンクのワンカラー、とっても可愛くないですか？今回も最後まで見てくれてありがとうございました。それではぜひまた皆さん見に来てくださいね。それではまたね。